こんにちは、おりんです。今日はこちらのリサイクルコットンを使いまして、夏用のブランケットを作っていきたいと思います。ダイソーさんで購入しましたリサイクルコットン 100%、RE5 サックスブルーですね。 50g 入り 120m だったかな。はい、120m 入っています。でおすすめかぎ針は6号ということでですね、店頭にねこの色たくさんあったので10玉購入してきました。10玉で 500g ぐらいになりますね。はい、大きめのブランケットを作ろうと思っています。はい、で本日使用のかぎ針はおすすめ通り 3.5mm の6号針、こちら使用します。ミニバージョンで編み方の方を説明したいと思います。はい、それではですね、作り目を作っていきます。作り目の考え方はですね、左右にね1目ずつ足してたりとかするので、8の倍数プラス13目で考えて作っています。で、今回ちょっとサンプルということで8の倍数を2回分と13目プラスして編んでいきたいと思うので、16足す13で29、サンプルは29目の鎖編みで始めたいと思います。4、5、6、7、27、28、29。はい、ちょっとゆったりめの方がいいですね。ちょっと最初はあれだったけど、ゆったりめに作り目を作っていただいてですね、29名作りました。で、実際に作ってるものは作り目149目で作っております。はい。で、今回サンプルとして編むんですけど、最初の3段は普通の長編みと方眼編みと長編みっていう感じで縁取り的な感じに普通に編もうと思っております。はい。でですね、立ち上がりなんですけども、今回長編みのものということで、鎖編み3目で編むとちょっと穴が開くことが私は気になるので、ちょっと立ち上がり工夫したもの編みますね。はい。まず裏山に細編み入れます。裏山どれだ、これですね。もう根元、直接の根元ですね。根元の裏山取ります。細編み入れました。はい。でですね、この同じところのこの根元、ここを取りたいんです。ここ細編みされてて、この最初ここに見えてるこの糸とこれですね、これと後ろのこの糸、この2本、ここに編み入れたいんです。ここね、これ糸割れ、はい、こんな感じで、ここに鎖じゃないや、細編みを編む感じ、こういう感じに立ち上がりになります。はい、ではその後はずっと裏山を取って長編みをしていきます。はい、で合計29目になるまでね編んでいきたいと思います。こんな感じです。編んでいきます。はい、それでは29目編めました。ひっくり返しまして2段目いきます。2段目は方眼編みを編みたいと思います。立ち上がりはずっと先ほどのちょっと変わった立ち上がりですね。ずっとこの立ち上がりでいきます。はい、それでは立ち上がり1編んだら鎖を1目編みまして、1つ飛ばしてこちらに長編みを編み入れる。はい、で鎖編んで1つ飛ばして長編み、これが方眼編みになりますので、こういう感じで 1段
ずっと編んでいきたいと思います。はい、それでは2段目の方眼編みが編めましたので、次3段目もくるっと回転させてずっと長編みを編み入れていきます。細編み編んで、感じですね。はい、では方眼編みに長編みを全部入れていくんですけども、鎖編みの部分はですね、私はこの後ろの裏山に引っ掛けてですね編んでます。はい、長編みは頭普通に取りますね。はい、ここですね、かけると上にこう2本通るんで、こんな感じですね。はい、じゃあ1段編んでいきます。それでは縁取り用の3段編めました。次の4段目から、ダイヤモンドひし形の透かし模様が入った模様編みしていきたいと思います。はい、それでは立ち上がり1ですね。立ち上がり1というか立ち上がりします。はい、で1段目は最初の2目普通に長編みを編み入れて、鎖を1回編んで1目飛ばします。でその後7回長編みを編み入れます。7目ですね。3、4、5、6、7ですね。はい、7目編んだら鎖1のこっち飛ばしてまた7目入れます。1、5、6、7、はい、2、7、7、7ときました。はい、でこの最後3目分余ってるんですけども、鎖1編んでこの端っこ2目1目飛ばした後の2目、こちらに長編みをそれぞれ1目ずつ合計2目入れます。こうですね。はい、こんな感じでこうポコ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 と透かしが入っていますね。これがこうビード斜めになって交差する感じにできていきます。はい、こう斜め編んで鎖、斜め編んで鎖っていうのの繰り返しになって、両サイド2目編むっていうのが、1段目模様編み1段目になります。はい、次模様編み2段目編みます。はい、ここ下の段で2目編んでるので次3目編みます。そういう覚え方で私いつも編んでるんですけども、3目編みますね。で、鎖で飛ばします。1目飛ばしますね。でここに入れます。はい、ここ3目最初に編んだ段は、5目セット私ちょっと密かに5目セットって呼んでるんですけども、5目セットで編みます。長編みを5目まず編みますね。
1、2、3、4、5ですね。6目入ってた。はい。5目長編み編みましたんで、鎖1で1目飛ばしまして、ここにね長編み入れます。はい。でまた鎖1編んで、また1目飛ばして、次また5目入れます。これがワンセットになりますね。この5目編んで、鎖長編み鎖、ここの8目分が5目セットです。こう編みますね。この5目セットまた似たような感じで出てきますね。はい。で最後ですね。最後これ4目残っているんですけども、今1目鎖を編んで1目飛ばしますね。ここを飛ばすってここなので、ここに鎖じゃないや、長編み入れます。ダブルクロシェ入れまして、で続けて2目編んで3目にしますね。最初と一緒ですね。両サイドは必ず同じ終わり方。こっちが3目で始まってたら最後も3目で終わります。はい。ここになんかねクリーパーの顔みたいなものがちょっと前いくらやってる方じゃないとかね、浮き上がってくるんですけども、こうなってると合ってますね。こうひし形というかなんていうんですかね。はい。では次、模様編み3段目。この3段目と、7段目が同じ編み方になります。で今の、5目セットの編み方が2段目と8段目は同じ編み方になります。で4段目と6段目が同じ編み方に、なりますね。はい。ね、なんか編み図パッて出せば分かる方は編み図の方がいいかもしれない。はい。では下の段で3目編んでるので、次4目ですね。4目の段は3目セットの段っていう風に私は思ってましてここで4目編むスタートの時は、続きはもう3鎖3鎖3クラス3鎖3クラス3鎖3鎖3鎖っていう編み方になります。はい、今4目目やりますね。はい、4目編んだら鎖を1編んで1つ飛ばして、ここに長編みを1回、次の目に 2回目、はい、3回目と3目入れます。普通にね。3目編んだら鎖1で1個飛ばす、3目編んだら鎖1で1個飛ばすっていう感じでね、編んでいきます。はい、こういう感じです。3段目と7段目同じ編み方になります。では編んでいきます。はい、それでは3目3目3目っていう感じで編んできまして、最後ですね、鎖1編んでここ1目飛ばして、この後の4つ
で長編み入れます。最初の4つと同じですね。こんな感じで4、はい、これで模様編みが123段分編めましたね。ちょっと V になってきましたかね。この両サイドの、ひし形だけちょっと大きめのひし形になります。はい、それではですね、次が4段目になりまして、4段目と6段目が同じ編み方になります。こうなんか持ってるといいですね。やりにくいんですけど、はい、下の段が4目長編み編んでるので5目編みますね。2、3、4、5へね。で鎖1編んで1つ飛ばしますね。で次ここに編むんですけども、これはさっきの2段目と似てて、5目編んだら鎖長編み1鎖を繰り返す感じです。5目セットですね。でまた5目編みます。1目飛ばして、長編みを5目編みますね。このコットンだときっとさらっと使えてお洗濯もできるし、お洗濯手洗いですね。お洗濯手洗いでした。できっとネットに入れて洗濯機に回そうと思います。自己責任で爽やかな色を選んだんですけど、ミントと水色と悩んで、どっちもね店頭にたくさんあって、どっちも作れる状態だったんですけど、なんだったら色違い作りたいけど、でも結構時間がかかるんでね、結構時間かかりますね大きくしようと思えば時間がかかりますね。10玉使い切ろうっていうふうに思っているので、実際に今ね6玉目終わるぐらいですね。終わりかけって感じ。もう十分大きくなって使おうと思えば使える大きさになりましたね。あ、これ5目で、鎖長編み鎖でこう空白開けて5目空白5目空白で最後5目ですね。ちょっとね間違ってボケーっとしてると間違っちゃうって何回もやり直してるんですよね。だから時間かかっちゃって、はい、それではですね4段目編めました。6段目と同じ編み方ですね。で最終ですね5段目編みます。最後5段目はもうこれ1回限りというか、この1段目の編み方と5段目の編み方はそれぞれ1回ずつ編むか。で2段目の編み方が、8段目と一緒
3段目の編み方が7段目と一緒、4段目の編み方が6段目と一緒っていう感じになってます。はい、5段目です。はい、5段目はですね、スタートが6段です。6目です。段と目と間違えますね。ここ下が5段下が5目だったので、次6目ですね。1、2、3、4、5、6ですね。はい。で、鎖1で1段、1目開けますね。で、ここに引っ掛けて、糸割れしましたね。はい、ここですね。はい。6目編んだ後は、7目鎖7目鎖っていう感じで1段目と似た感じになります。7目ね、2、3、4、5、6、7、はい。で、鎖1目編んで1個飛ばしてっていう感じで、はい、編んでいきます。はい。はい、それではですね、5段目模様編みの 5段目まで編めました。2、3、4、5ですね。はい。ここから、6段目はさっきのこの4段目と同じ編み方で、7段目はこの3段目と同じ編み方、8段目はこの2段目と同じ編み方っていう感じで編んでいきたいと思います。はい、というわけでですね、こういう感じでひし形が浮き出てくる編み方になっております。この最初のここの、空白ここ鎖編み以外のここの部分をずっと繰り返していく感じになります。5目だったら5目プラス空白長編み空白のこの8目ですね。こっちだと空白3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 みたいな感じで続けていく。これは5目ですね。で7目空白7目空白っていう感じですね。全部そういう感じになっているので、これをずっとつなげていきます。で、私今途中で編んでいる途中のものがあるのでちょっと持ってきますね。はい、収まりきらないんでこんな感じですね。途中なんですけど、でスタートはこんな感じでここだけね、方眼編みやっています。はい、今これで6玉目があとこれだけなので、ほぼ6玉使った状態になっております。6玉で十分です。はい、結構やっぱボリュームがこんな感じで出るのでね、いい感じです。はい、このまま編み続けたいと思います。それでは完成しました。こんな感じでひし形の模様が入ってます。はい、で両端だけですね、ここに、3段分違う編み方が入っているんですけども、長編みと、方眼編みと長編みですね。その後に、この
ひし形が始まっていくっていう感じになります。でこちら側もですね、こちら側、はい、反対側ですね、短い方の辺になります。はい、こんな感じで最後終わってます。これからの季節冷房対策に使いたいと思います。はい、それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンの方ポチッと押していただきますと励みになりますのでよろしくお願いします。それではおりんでした。さよなら。